皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今年も毎年恒例のプレゼント企画を実施していますので、どしどしご応募ください。詳しいことは前回の動画の冒頭で言っていますので、そちらをご覧ください。よろしくお願いします。 OK。 どうしようか。ちょっと待ってよ。出場中。結局まだ夜行ってます。もう真っ赤ですけど、まだなんと5時台。どうも頑張りましょう。1番目です。この魚場もいいだったらビビる。おお、でもいいね。なんと結構いい。どうしよう。ちょっとこのまま硬い方へ漕ぎながら行こうと思ったんですけど、これは正直かなりカニもおるしね。もうとにかくシヌがいいんですよね。シヌがいいのでどうしよう。黒エビは消えましたね。もう完全にいなくなりました。次は夏テーマ機になって出てきてくれると思いますが、悩んだけどやっぱりこのまま硬い方へ行きます。硬い方は砂地ってことです。うわ、素晴らしい。海藻も出てきてるけど、皆さんご存知だと思うんですけど、大雨が降ったんですよ。それで多分押されてね、シヌ出てきてると思うんですけど、多分カニも押されて出てきてるんですよね、これ。こっちも出てくるし。いや、素晴らしい。これはちょっとまた1枚か。ちょっとびっくり。大雨でおらんかと思ったんですけど、大雨でおる方向になったっぽいですね。かなりびっくりしてます。これはもういくらでも U ターンですね。U ターンしましょう。カニ。よいしょ。これをサムネでもいいぐらい。サムネに使えそうです。3番目。だいぶ海藻が見えてますね。同じぐらいおるでしょうか、さっきと。ちょっと海藻がカニおるし、いや、1回やつが当たったからもう2番目はカニおらんかと思いましたけど、イイダコ1匹だけだけどいましたね。だいぶ大きくなりました。以前はもうジャコだったチヌが、これはもういらんかな。組合の若い子が頑張って取引先を見つけてくれてますんで、チヌさえいればいい。カニもね、カニさえいればいいんですけど、さえいればいいもんが2種類、すごすぎる。網が当たってたらだんだん消えていくんで散りますからね。チヌが少なくなるまでここを続けてみたいと思います。お、アサリやん、珍しい。ああ、これはソフトシェル。オスが今時ソフトシェルってなんか珍しいですね。完全に他のオスに遅れを取るでしょ、やつは。ああ、でもカニが素晴らしい。こういう中によくイイダコがいるんですよね。おるけど取れない。どうしよう。
慌てとろう。取れました。綺麗。もう巻く時でしょうねこれ。これは取れん。あれはもう無理。もうおらんしこりゃ。去年のようにはいかんようです。まあもうおるな。おお。でもちょっともう移動しましょう。網がねちょっと海藻だらけになるんで、ね、これを嫌って、まあ悪くないんですけど、硬い方へ行ってみましょう。12345針玉。網がこれだけ。今から上り潮なんでちょっとゲタ狙って、また潮が返したらチヌのとこ帰ってみましょう。ゲタのところが結構良かったらもうゲタのとこ最後までやって帰りたいと思います。ちょうど3時間前です。意外にこっちにチヌとカニがいたとして、これはやわらだな。チヌがいるんでね、ほんと全然悪くない。あとは大量の石がいる。いつも通り拾いましょう。ここへ来たのはもう一つ理由がありまして、タイで炊き込みご飯どうですかってコメントいただいたんですよね。なんか美味しそうじゃないですか。なので誰貝をね、最近仲間入りがあんまりなくなったんですけど、石貝とすだれ貝とってちょっと今日は炊き込みご飯をしてみたいと思います。うわ、さらに真っ白なコショウダイ。前いたやつよりさらに白くないですこれ。ちょっとおかずに取ってみようかな。でもあんまり美味しくないんですよね、硬くて。逃がすか、いや取るかおかずに食べてみますか。よいしょ。ゲタ来い、ゲタ。これはちょっと今日はゲタは期待できないでしょうか。まあでもサイズがいいな。モンゴルだ。色がすごい。でもちょっとゲタ出たかな、残りに出したんで。なんでこんな網はありましたね。それともこの一瞬だけでしょうか。まあ一瞬だけっていうこともね、その可能性も高い。ちょっとおらん時間帯が来たみたいですね。熱風ゲタもあんまりおらんし。
ぱり少なくてもチヌがおるところがええですかね。どうしよう。あっちへ帰ってみましょうか。よし。ヒラメ、お、綺麗しかも。寂しかったですけど、でもまあこの辺をやるのが一番良さそうですね。白いもんが見えたらエイだとばかり思い込んでました。やったー。おお、これまた綺麗。これはちょっと本当に最後に入ったんでしょうね。非常に綺麗で元気。今日はエイが少ないなと思ってたんですけど、ついに来ましたね、山盛りエイ。じゃあもうしばらく辛抱した後に寄島に向けて帰りたいと思います。ラストです。これにて終了したいと思います。一応一番チヌ多かった日なんじゃないかなと思います。100キロちょっと、120ぐらいいるかな。お疲れ様でした。軽いの覚えてエビ少なめ、です。久しぶりにおりました。よかった。大雨の力で、大雨の力でどうも出てきたようです。出っ歯とチヌがおったけん、この箱を8個持ってきてくださいっていう LINE 打ったのがいいけど、打った途端におらんくなりました。残念です。でもまあそれからもボトボト入ってくれたけん、多分100以上おると思います。やりました。よかったです。大雨のおかげですね。これまた。貝の炊き込みご飯はどうですかというコメントいただいたんで、それやってみましょう。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。いやー、やりました。岩手県の方からなんといただきました。ありがとうございます。岩手のビール、東北のお酒に触れる機会がほぼないので、これまた楽しみですね。とにかく滋賀から向こう行くことがもうほぼないというね。九州や四国へはねちょくちょく行くんですけど、どれにしましょう。恋するセゾン、伊達男 IPA、 週末の海猫。ここはやっぱり恋しちゃいますか。よいしょ、これ行ってみたいと思います。もうおそらくこのパターンはフルーティーなんじゃないでしょうかね。IPA は絶対フルーティーでしょうね。岩手県陸前高田の北限の柚子を使用した、柚子の北限なんですね、陸前高田が。セゾンスタイルがまずわからん、イメージできない。何やねんセゾンスタイルって。セゾンらしいハーバルな香り、セゾンらしいハーバルな香りが全くイメージできん。カタカナ多すぎる。柚子の爽やかさをお楽しみください。でもこれはもう絶対うまい、間違いない。柚子好きです。とにかく酸っぱいもん好きです。よいしょ、いただきます。爽やかかと思ったら意外に苦い、そしてうまい。ビールらしいビールでしたね。
もっとフルーティーなビールらしくないビールかと思いましたが、なんととてもビールらしいビールです。まあ飲む前から美味しいのは間違いないでしょうから、こういう特別感のあるやつですからね。あー苦い。いやーほんとビールらしい。これねちゃちゃっと刺身してみました。あんまりねもうこしらえてる時からねやっぱり硬い身がザクザクザクっていう硬さ、なんかコリコリじゃなくてねザクザクっていう硬さなんですよね。これは本当に熟成させた方が美味しいパターンでしょうね。でも一応ね12時間寝かしました。いただいてみます。思ったより美味しい。もっと硬いんか思いましたけどこしらえてる時そうでもないな。美味しい。まああっちの屋台の方が美味しいですね。同じ身なら。買い飯できました。800円でいかがでしょうか。お米は福山の方にいただいたお米です。この米がマジでうまい。イイダコとエビも入ってます。ではいただきます。西貝うまい。これがうまくないわけはない。すだれ貝うまいですが、なんと西貝の方がうまい。いただいたチンゲン菜と大根葉もあります。ちなみにその汁の出汁は貝だし。貝だしだそうです。汁これもお付けして800円ですね。チンゲン菜の出汁も出とって誠にうまい。今回もご視聴ありがとうございました。汁めっちゃうまい。これオレンジよね。オレンジの中田です。これはちょっとほんまガチでうまい。おはよう。おはよう。ひじもどこ行った？